あなたが使っているサプリメント、実は健康づくりには役立っていなかったってご存知でしたか？サプリメントは薬局をはじめ、今やコンビニや100円ショップなどで気軽に購入することができます。その種類も豊富で、ビタミン剤からコラーゲン、GABA など数多くのサプリメントが取り揃えられています。日本政府が平成24年に行った健康食品に対する聞き取り調査では、20歳から79歳までの1万人の方を対象に、日常生活でサプリメントを摂取しているかという質問をしたところ、摂取していると答えた方はなんと6割にも上りました。サプリメントを摂取する目的は人それぞれ異なると思いますが、ほとんどの方は健康のために摂取しているものと思われます。ですが、実はこれらのサプリメントが医学的に十分な効果が証明されてはいないとしたらびっくりしませんか？実際に関節痛に効くとされるコンドロイチンについて、ある集団を2つのグループに分け、A にはコンドロイチンを本当に飲んでもらう、 B にはコンドロイチンと伝えられたただの小麦粉で作ったものを飲んでもらうという実験を行いました。今回の実験では A で使用した薬は本当に関節痛に効果があるのか、関節痛に効くという薬を使っているという心理的な安心感で効いている気になっているだけではないのかという思い込みの作用を除外するために、 B グループのように何の影響もない薬を飲んでもらうグループを作って実験しています。ちなみにこの何の影響もない薬のことをプラセボと言います。そしてこのコンドロイチンとプラセボを比較した研究の結果は、なんとコンドロイチンの効果はプラセボと差がないという結果になりました。コンドロイチンのサプリメントには痛みを取る効果はないということが判明したのです。さらにこれを受けて他のサプリメントにも研究の範囲は広がりました。その結果、亜鉛やカルシウム、プラセンタなどほとんどのサプリメントには表記されているような効果が得られないと結論付ける研究結果がいくつも存在しているのです。本当にサプリメントを摂取しても意味がないのでしょうか？これに関してサプリメントと死亡率に関する大規模な臨床研究が行われましたので、その結果をご紹介します。対象となった3万899人のうち、1年の研究期間中に3613人の死亡が確認されました。死亡された方々の中でサプリメントを飲んでいる人、飲んでいない人の割合を調べたところ、差はありませんでした。つまりサプリメントを飲んだとしても長生きできないことが示されました。参考までにご紹介すると、ビタミン A、ビタミン K、マグネシウム、亜鉛および銅を日頃から摂取していた人は、心筋梗塞などの心臓病や大動脈解離などの血管系による死亡率が低いという事実がありました。しかしこれはサプリメントで摂っているからそのリスクが低いというわけではなく、変色せず普通の食事をしっかりとっていれば何も問題がないということも分かったのです。以上の結果からサプリメントを摂っても長生きすることはない、心血管系をはじめとした病気の予防のためにはバランスの良い食事をとれば十分ということが明らかになったのです。健康のためには普段からバランスの良い食事を心がけましょう。